小長刑事は捕まえられないんじゃない。捕まえないんです。あと17センチ。届きそうで届かない悪夢が、まるで自分への罰みたいに繰り返される。17センチ。これ、映画のフィルムで言うと、1秒分の長さなんです。たった1秒届かない。それを何度もやり直させる。この時点でもう罰の匂いがします。ちなみに今日は1月2日。皆さん、初夢は何を見ましたか？今日からリバイバル上映が始まった今聡監督の傑作、パプリカを読み解いていきます。こんにちは、精神科医のドクターリエです。このチャンネルでは映画を通して心の奥に潜むテーマを読み解き、日常を少し楽にする映画処方をお届けしています。まず、映画パプリカ全体を、夢に入る装置 DC ミニで他人の夢を治療や研究に使える近未来。でも装置が盗まれて夢と現実の境界が崩れ始める。研究者の千葉敦子は夢の中ではパプリカという姿で動き、事件の核心へ入っていきます。今日はこの大事件の中でも小長川刑事が何度も見る17センチの悪夢に絞ります。有能な刑事がなぜ毎回あと1秒の場所で止まるのか。私はこれを逃げた罪悪感として読み解きます。第1章、終わっていない自己裁判。小長川刑事の中心にあるのは、恐怖というより逃げた自分を今も自分が許せないという痛みです。心の中ではずっと裁判が終わっていない。周りは言います。もう昔のことだよ。仕方なかったよ。でも本人の中では判決が出ていない。これ映画の話に見えて実はすごく身近です。例えば、あの時断れなかった一言、言えなかった一言、周りは忘れていても自分だけがなぜか終われない。その終われなさは弱さというよりまだ整理が終わっていないサインのことがあります。そして小長川刑事の場合、その終われなさが次の17センチで形になります。第2章、17センチとは終わらせない罰。小長川刑事の夢は絶妙に残酷です。届きそうなのに届かない。諦めさせないのに終わらない。たった1秒。でもその1秒が永遠に埋まらない。何度も何度もやり直させる。これ、捕まえられないんじゃない。終わらせない仕組みなんです。ここで私は逆転の読み解きを置きます。小長川刑事は無能だから捕まえられないのではなく、心のどこかで捕まえないことで自分を罰し続けるように見える。罪悪感が強いとき、人は無意識に自分は報われてはいけない。ここで終わったら許されてしまう。そんなブレーキをかけることがあります。17センチはその装置として完璧です。あと少しの希望が残るから永遠に終わらない。終わらないから永遠に自分を裁けてしまう。つまり、小長川刑事は犯人を追っているようで、本当は許されない自分を追い詰めているんです。そしてその矛盾はもう一つの形でも出ています。彼は映画は嫌いだと言いながら、夢の中では映画の世界をさまよい続ける。好きと憎しみが同じ場所に残っている。第3章、なぜ彼は自分を撃ったのか、完結の儀式。そしてクライマックス、小長川刑事は犯人ではなく若い頃の自分を撃ちます。この場面は衝撃的ですが、私は過去の抹消だとは捉えません。むしろ回復のプロセス、自己統合の象徴です。逃げた自分、情けない自分、夢を捨てた自分、その一部を切り離してずっと裁判を続けるのをやめて、それも含めて自分の人生だったと認める。回復とは記憶を消すことではありません。出来事を人生の中の過去の一章として置けるようになること。つまり物語に自分でThe Endを
流せるようになることです。小名川刑事は17センチの悪夢を通して続けてきた自分への裁判を自分の手で終わらせた。だから悪夢が終わった。そしてこの完結にたどり着けた鍵が次のパプリカです。第4章、パプリカは映画館へ連れて行く案内役。ここでようやくタイトルのパプリカが本気で効いてきます。小名川刑事の悪夢に入ってくるのは、研究者千葉敦子の別の姿、パプリカ。パプリカは小名川刑事を説教しません。思い出せと詰めないし、言えと裁かない。代わりに彼女がやっているのは、小名川刑事を映画館まで連れて行くことなんです。小名川刑事の悪夢は、場面が切り替わり、追われて、逃げて、届かなくてまた戻る。一度飲み込まれたら、ループの中で自分を裁くモードに引きずり戻される。そこでパプリカは、夢の流れを別の方向に曲げる。テンポを変える。空気を変える。視線をずらす。小名川が固まった瞬間に軽やかに割り込んで場面を動かしていく。罪悪感って一人で向かうと暴走しやすい。気づいたら内側の裁判官が強くなってまだ終わるな。終わったら許されてしまう。で終わらない罰を自分に与え続けてしまう。でもパプリカが入ってくると同じ夢でも意味が変わる。裁判だったものが少しずつ探索になる。追い詰められて終わらない悪夢がどこで止まっているのか、何を見届ければ終われるのか、その方向へ動き始める。そして最終的に小名川刑事がたどり着く場所が映画館です。スクリーンの前で自分の物語のラストシーンを見届ける。ここで初めて彼の中で止まっていた時間が最後まで再生される。パプリカは答えを渡さない。小名川刑事が自分でラストシーンを迎えられる場所に連れて行く案内役なんです。だから小名川刑事は17センチ、あと1秒の悪夢をついに終わらせるところまで行けた。私はそう読み解いています。さて、あなたの17センチは何ですか？逃げた自分を責め続けて、今も自分を幸せにするごとにブレーキをかけていませんか？パプリカが教えてくれるのは、完璧じゃない自分を受け入れてもいいというメッセージです。その1ページを認めたとき、止まっていた時間は静かに動き出します。今日の読み解きいかがでしたか？あなたの終わっていない物語があれば、コメント欄で聞かせてください。あなたの17センチもよかったら一言だけ置いていってください。高評価とチャンネル登録で応援していただけると励みになります。また次回も一緒に映画を読み解いていきましょう。